アキュバンスラットと双葉 T10PX の S バスリンク方法。アキュバンスの ESC ラットは S バスリンクアダプターを加えることで、双葉 T10PX によるワイヤレスでの設定変更やテレメトリー通信が可能になります。この動画では、その設定方法をご紹介します。なお、ラット、S バスリンクアダプター、T10PX、それぞれのソフトウェアバージョンが最新版にアップデートされていることが前提条件となります。それでは接続設定を行います。なお、今回は動画撮影のために受信機、ESC、モーター、S バスリンクアダプターをシャーシに搭載していない状態で設定を行っていますが、通常はシャーシに搭載してから行います。また、今回の作業にサーボ、シャイロは不要のため接続していません。各種メカ類のケーブル接続方法は、それぞれの説明書を参照ください。また、動画撮影のための設定ですので、T10PX の新規モデルに設定を行うことにします。新規モデルに把握しやすいモデルネームを設定しておきます。T10PX の新規モデルにて設定を行うのと、新品の受信機を使用しますので、T10PX とペアリング、バインドを行います。ESC、ラットの電源をオンにします。受信機のスイッチを2秒以上長押しして、LED が赤点滅になったら、T10PX のリンクをタッチします。T10PX にリンクに成功しましたと表示され、受信機の LED が緑色点灯になればペアリング完了です。スロットルをオンにしてモーターが回るか確認しておきます。ラットの初期状態は設定モードが ESC モードになっています。これをセットボタンを長押ししてリンクモードへ変更します。青色 LED が消灯して赤色とオレンジ色 LED が点灯すれば切り替え完了です。ラットのニュートラルポジション設定をしておきます。ラットの電源をオフにします。電源オフ状態でラットのパワーボタンを2から3秒押し続けると LED 緑と橙が同時に3回点滅後 LED 緑が点滅を開始し初期設定モードに入ります。 LED 緑の点滅中に送信機のスロットルをニュートラル位置に合わせパワーボタンを短く1回押します。その後 LED 青が点滅します。 LED 青が点滅している間に送信機のスロットルを前進側最大位置に合わせ、パワーボタンを短く1回押します。LED 赤が点滅します。LED 赤が点滅している間に、送信機のスロットルを交代側の最大位置に合わせ、パワーボタンを短く1回押します。その後、すべての LED が3回点滅します。これで、ニュートラルポジションの初期設定は完了です。続いて、ラットと T10PX をワイヤレス接続できるかを確認します。メニューをタッチします。アクセサリーメニューをタッチします。MC、ESC リンクをタッチします。MC971JR ラットをタッチします。読み込めをタッチします。ワイヤレス受信機 S バス2をタッチします。ラットと接続され、ラットの設定データが読み込まれました。
データリストをタッチすると設定データが表示されます。右上のアイコンをタッチするとページが切り替わります。なお、各項目の設定値をタッチすると設定を変更することができます。設定を変更した場合は必ず書き込めアイコンをタッチします。ピピッという音がして設定がラットに書き込まれます。これで T10px とラットの接続設定は完了です。次回 T10px とラットのテレメトリー設定方法をご紹介します。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。